人生はサバイバル。いつも動画を見てくれてありがとうございます。おのおのの人生はサバイバルと言っていいくらい、それぞれが波乱万丈の人生を生きることとなるのが世の常ですが、人間万事塞翁が馬という格言もあります。過ぎ去った過去にとらわれすぎず、まだ来ないがいつかは来てしまう未来について過剰に心配しすぎず、唯一幸福を感じられる時である今現在を大切にしてほしいと思います。このチャンネルでは敵を知り己を知れば百戦危うからず、サバイバルのための敵と何なのか、それに備えるための自分の知識と心構えを充実させておいてほしい、そんなメッセージを送っていきたいと思います。今回紹介するサバイバルは、それではお楽しみください。1、ジャングルで道に迷うとは何か。ジャングルで道に迷うことは、非常に危険で過酷な状況に置かれることを意味します。ジャングルは密林に覆われ、視界が悪く、道やランドマークが非常に分かりにくい環境です。また、湿度が高く、気温も日中は非常に暑くなる一方、夜は寒さに見舞われることもあります。さらに、毒を持つ動植物や危険な野生動物が生息しているため、常に身の安全を確保しなければならない状況が続きます。ジャングルで道に迷った場合、最も大きなリスクは食料や水の不足、怪我や病気、そして救助が来るまでの長期間にわたる生存が求められることです。救助が期待できる環境ではない場合も多く、自力で安全な場所にたどり着く必要があることが多いです。そのため、ジャングルで道に迷った時には、冷静さを持ち、サバイバルの知識と技術を最大限に活用することが求められます。2、世界各地での有名なジャングル遭難事例。次に、過去に実際にジャングルで遭難した有名な事例を3つ紹介します。これらの事例は、それぞれ異なる地域で発生しており、ジャングル特有の過酷な状況にどう対処したかがわかります。2.1 ユリアン・コップケ・ペルー・アマゾン1971年17歳のユリアン・コップケは母親と共に乗っていた飛行機がアマゾンのジャングルに墜落し、唯一の生存者となりました。彼女は9日間ジャングルを一人で歩き続け、川沿いを進んでようやく救助されました。彼女は動物の危険や食料不足に直面しましたが、父親から教わったサバイバル知識を生かし、水を確保し、果実や昆虫を食べながら生き延びました。2.2 カール・モリソン・インドネシア1981年カール・モリソンはインドネシアの熱帯雨林を探検中に、悪天候と地形の難しさから仲間とはぐれ、1週間以上ジャングルで迷いました。彼は野生動物の襲撃を避け、木々の間にシェルターを作り、持ち歩いていたサバイバルナイフを使って食料を確保しました。最終的に地元の村民に発見され、救助されました。2.3 マルクス・サントスブラジル2017年マルクス・サントスはブラジルのアマゾン探検中に道に迷い10日間孤立しました。彼は水源を探して川沿いを移動し、ジャングルの植物を食べながら生き延びました。途中で足を怪我しましたが、自己処置を施し、最終的には地元の救助隊によって発見されました。3、生き延びた人々のエピソード。ここではジャングルで遭難し、生き延びた人々の話を7つ紹介します。それぞれのエピソードは、遭難期間や環境、状況が異なりますが、どのようにして生き延びたのかが学べます。3.1 アンナリー女性25歳タイ3日間。アンナはタイでのトレッキングツアー中に道に迷い、3日間ジャングルで過ごしました。彼女は持っていた水筒で川の水を飲み、シェルターを作って夜の寒さをしのぎました。3日目に救助隊に発見されました。3.2 デビッド・スミス男性34歳コスタリカ5日間。デビッドはコスタリカのジャングルで単独登山中に転倒し、5日間を過ごしました。彼は足を怪我していたため動けませんでしたが、周囲の植物で食料を確保し、シグナルミラーで救助隊に気づいてもらうことができました。
3.3 リチャード・ジョーンズ男性42歳ペルー6日間。リチャードはペルーでのジャングル探検中に道に迷い6日間を過ごしました。彼は動物の足跡を追い水源を見つけることができ、食料は川で捕まえた魚でしのぎました。3.4 サラ・ウィリアムズ女性29歳ブラジル8日間。サラはブラジルのアマゾンで調査活動を行っている際に道に迷い8日間を過ごしました。持ち歩いていた非常食と浄水フィルターで食料と水を確保し、動物から身を守るためにシェルターを作って夜を過ごしました。3.5 エドワード・ブラウン男性39歳インドネシア9日間。エドワードはインドネシアで道に迷い9日間ジャングルをさまよいました。彼は地元の植物の知識を生かし食料や薬草を確保しました。また火を起こして暖を取り救助を待ちました。3.6 ケイト・リード女性31歳ボルネオ11日間。ケイトはボルネオでトレッキング中に道に迷い11日間ジャングルで過ごしました。彼女は野生動物の足跡を追って水源を見つけ出し火を使って食料を調理して生き延びました。3.7 ジェームズ・クラーク男性47歳カメルーン14日間。ジェームズはカメルーンのジャングルで14日間を孤立して過ごしました。彼は持っていたナイフと火打ち石を使いシェルターを作り野生の動物と距離を持ちながら火と食料を確保して生き延びました。4自傷を克服するための技術と方法。ジャングルでのサバイバルには特有の技術と知識が必要です。以下にこれまで紹介した事例をもとにジャングルで生き残るために役立つ技術と方法を11個紹介します。4.1 水の確保。ジャングルでの生存において最も重要なのは水の確保です。川や小さな水たまりを探し葉やつるからも水を集めることができます。フィルターを使った浄水も役立ちます。4.2 シェルターの構築。ジャングルは昼間の暑さと夜間の寒さ、さらに雨の多さが特徴です。葉や枝、この間を使って簡易的なシェルターを作り風雨から身を守ることが重要です。4.3 火を起こす。火を起こすことは生存に不可欠です。暖を取るだけでなく食料を調理したり動物を寄せ付けないためにも役立ちます。火打ち石や摩擦を使って火を起こす技術を身につけておくと良いでしょう。4.4 食料の確保。ジャングルでは昆虫、果実、植物の根などさまざまな自然の食料源があります。動物の足跡をたどることも狩猟や水源を見つけるための手がかりになります。4.5 救助信号の発信。救助が来るまで待つ場合視認性の高い救助信号を作ることが大切です。煙を上げたり目立つ布や反射物を使って上空の航空機や遠くにいる救助隊に自分の存在を知らせましょう。4.6 鶴や植物の利用。ジャングルでは鶴や植物を利用して道具を作ることができます。縄を編んでシェルターを固定したり食器や罠を作るために利用できます。4.7 昆虫を食べる。ジャングルでのサバイバルには昆虫を食料とする技術が役立ちます。タンパク質が豊富なため体力を維持するために有効です。4.8 動物の足跡を追う。動物は水源に向かって移動する習性があるため足跡を追うことで水や食料を見つける手がかりになります。4.9 防虫対策。ジャングルでは虫に刺されることが大きなリスクとなります。持ち歩いている服で肌を守り虫除けや自然の防虫効果のある植物を利用しましょう。4.10 動物との接触を避ける。大型の捕食動物が生息する地域ではできるだけ動物との接触を避ける必要があります。火や音を立てることで野生動物を遠ざけることができます。4.11 冷静さを保つ。最も重要なのは冷静さを保つことです。パニックに陥ると判断力が鈍り無駄な体力を消耗することになります。
小さな目標を設定し、着実に進むことが生存への道です。5、ユニークなサバイバル方法の提案。ここではジャングルでのサバイバルをより効果的にするための、これまでに考えられたことのないユニークな方法を3つ提案します。5.1 ドローンサポートサバイバル。ドローン技術を活用してジャングルの上空から状況を確認したり物資を運んだりできるシステムを考案します。特に広範囲のジャングルでは視界が確保できないため上空からの支援が重要です。5.2 音はサバイバル。自然の中では遠くまで音が届きにくいことがあります。高周波音波を利用して救助隊に居場所を知らせる特殊な装置を持ち歩くことで迅速な救助が期待できます。5.3 植物応用サバイバル。ジャングルには薬草や食用植物が豊富に存在します。これらを簡単に見分けることができるアプリやポータブルデバイスを使用することで初心者でも適切な植物を選んで利用することができます。6、最後の励ましと具体的なアドバイス。ジャングルで遭難したとしても最も大切なのは諦めないことです。どんなに過酷な状況でも自分の能力を信じ小さな目標を設定して行動しましょう。救助は必ず来ると信じ冷静に対応することが生存への鍵となります。あなたはこの困難な状況を乗り越えられます。どんなに辛くても冷静さと知識を使い毎日一歩ずつ進むことで道は開けます。絶対に諦めないでください。いかがでしたか？最後までご視聴ありがとうございました。お話が気に入っていただけた人はチャンネル登録と高評価を忘れずにお願いいたします。また次に紹介してほしいサバイバルの知識やこんなサバイバルの情報も欲しいといったアドバイスをコメント欄に書き込んでいただければさらにサバイバル学をお届けしていきたいと思います。ぜひチャンネル登録と高評価、また実際にこの動画人生はサバイバルを見ての感想をコメント欄へお願いします。人生はサバイバルでした。ではまた次の新たなサバイバル学の授業でお会いしましょう。